田中白目です。メリです。佐藤誠です。月金出美沙です。モドロです。よろしくお願いします。はい、音楽性はオルタナとかギターロックです。音はそのバンドっぽい感じなんですけど、グループ名オドロだけど、そのおどろおどろしいとかじゃなくて、なんか一緒に踊ろうとかそういう感じの楽しい方を目指してます。私はあんまりないんですけど、ご飯食べに行ったりはたまにあったかなって気がします。なんだろう、やりたいことはそうですね、なんかアクティブな、結構インドアなのでお外に遊びに行きたいかなって思います。なるほどです。どうぞ。連絡取ることはあるんですけど、相談事とかプライベートのことでお話ししてます。で、やりたいことはみんな引きこもってる気がするのでメリーちゃんと同じく映画見に行ったりとか食事したいです。ちなみに映画はどんな映画がお好きなんですか？ホラー映画です。ありがとうございます。普段から連絡は結構取ってるんですけど、確かに遊んでるプライベートで遊ぶことは少なくて、私はなんかみんなでお家でたこ焼きパーティーとかをしたいです。ありがとうございます。ホラー映画もたこ焼きも嫌だけどディズニーシーに行きたいです。私は、日本の音楽はあんまり聴いてなくて洋楽ばっかり聴いてます。特にミュージカル音楽が好きで、好きなミュージカルの音楽とか、あとアーティストでいうとリアーナとかテイラー・スウィフトが好きです。ありがとうございます。日本の音楽を聴いてますアイドルばっか聴いてます。電波組とか聴いてます。ありがとうございます。私はなんかいろんなバンドさんの曲も聴くんですけど、今最近一番聴いてるのはビッシュさんがすごく好きで毎日聴いてます。ありがとうございます。私はアイドルとバンドが好きで、アイドルはバンドじゃないもんとメゾンブックガールが好きで、バンドは JRKB がすごい好きで、最近はノーベンバーズが好きです。ありがとうございます。ちょっと脱線しますけれども、はい、なんか皆さんに影響を与えたアーティストとか初めて聴いた音楽とかそういったものあれば教えてください。私は大塚愛です大塚愛になりたかったです。どうでしょう。もしあれば。私はなんか初めて音楽にハマったのがゆいさんの曲を聴いた時に、音楽好きだなってなって、そこから音楽を始めました。はい。私はアイドルになりたかったから、特定のアイドルさんじゃないけど可愛い女の子見て憧れてたから、日本で言ったら AKB48 とか、そういうのを見てこうなりました。そういうの見てそうなったの？好きなのすごいね。違うよね。違うかもね。アイドルに絶対なりたかったというよりかは、なんかステージに立って歌って踊ってっていうことがやりたくって、でその中でもうなんていうか自分の好きな曲を歌いたいなって思ったので、オドロの曲はとても大好きだったのですごく楽しいです。とにかくさっき言ったんですけど可愛い子が好きで、だから自分も同じことがしたいなって思って、で好きなアーティストさんが
ダンスがすごい有名なグループさんで、体を動かすことを普段からしないので、同じことをしたり普段プライベートで真似事をしてたらちょっと本気になっちゃってここにいます。ありがとうございます。私はアイドルってよりかはもともとそのバンドが好きでずっとやってて、でも途中でやっぱアイドル、ロックなアイドルが増えてきて、で私もロックのアイドルやってみたいと思って、でオドドの楽曲もすごく好きで、だからなんかロックアイドルが増えてきたから、それがきっかけになりました。はい、私はなんかライブに行くのがすごい好きだったので、なんか自分もライブやりたいなと思って、あと踊るのがすごい好きだったからですね。それで自分もライブするぞってなりました。そうですね、私たちだけじゃなくってみんなそうなんですけれども、3月ぐらいから、ライブができなくなって、で夏ぐらいから再開したけれども、前と同じようにはもちろん行ってなくって、とてもお客さんに不便だったりいろいろな制限をかけてしまっている状況なので、その私たちのパフォーマンスがお客さんと一緒に踊って一緒に盛り上がりたいっていうようななんというかそういう形でやってるので、その声を出したり踊ったりできないっていうところが今できないので、その分の楽しさとかをどうやってなんというか新しく作っていこうかなとか、そういうところが課題かなと思ってます。ほんと世界中行きたいです。旅行が好きなので、でもヨーロッパとかはまだあんまり行ったことないから行きたいです。私はシンガポールに行きたいです。それは何故シンガポールに行きたいんですか？マーライオンとオタクと写真を撮るです。ありがとうございます。私はどこだろう。なんか海外にベトナムにお父さんがいまして、そちらでやってみたいです。ベトナムには行かれるんですか？海外に行ったことなくて、行ったことはないんですけど行ってみたいです。はい。イタリアに行きたいです。ピザ食べたいです。なんというか本当に個性が全然バラバラなので、みんな考え方だったり性格が違うから、すごくなんというか新鮮だし刺激をもらってます。なんか個人個人に言いたいことが山ほどあるんですけど、簡潔にまとめると、とりあえず私は周りに人があんまりいなくて、でやっと自分で見つけた場所だから、この出会いというか今のメンバーもすごく難しい子たちだらけだなって思うんですけど、これからも一緒にいたいというか大切にしたいなって思ってます。はい、私はもちろん同じグループの大切だな、これからを突き進んでいく仲間っていうのと、何ですかね、でももうなんか家族以上に一緒にいることが多い気がして、なのでもう家族みたいな関係でもあるし、一緒に突き進んでいく仲間、大切な仲間という感じです。結構1週間の間で皆さんどのぐらいご一緒にいられるんですか？なんかライブの頻度とかにもよっちゃうんですけど、割とレッスンとかもあったらどのくらいだろう。どのぐらい割と多い時は多い気がします。学校と違うから年とかもバラバラだし、みんなちょっとやばいから大変です。
でも楽しいのでいいと思いますはい、ここまでインタビューを見てくださって本当にありがとうございます。まだこれから大変な時期は続くと思いますが、いつか私たちも海外へ行ってライブがしたいので、その時まで待っててください。これからもそのライブ配信などもありますので、 YouTube なども見ていただいて応援よろしくお願いします。ありがとうございます。